ちゃうまいですね。高校生の時から来てるから。昭和35年起業、幼少期からずっと店で育ってたんで、29の時に父親から代表を受けて、昔の職人さんに結構やんちゃな人多かったんで、喧嘩にもなりましたし。チャーシュー毎日仕込まれるんですか？夜単品でも売ってるから、チャーシューで。先生も朝はお一人で。うん、これからどんどん来るよ。おはようございます。戻ります。来てるね、ここに。青ネギや。
だから週末のあれやったら、うん。ありがとうね、助かります。はい。なおりってしごや。餃子すごい量ですね。まだ少ないで。少ない方がいいね。今日少ない方やで。最低でこれぐらい。何キロぐらい毎日？キャベツで8キロ。多い時10キロ。みたいです。仙台から今日で65年目です。昭和35年起業。父親が今89年。頑固一徹。人のことは聞かないです。一切。自分の信じたことをやる。20歳で入ったんで38年58になるんで今年。29の時に父親から代表を受けて、幼少期からずっと店で育ってたんで、ここじゃなくてまたこのハイハイタウンが立つ前身、ちっちゃいバラックの時に店舗上住居みたいな、ずっと両親もそこに入れたんで、僕も必然的にそっちに、僕はもう寝てたんで小さい時は店で。職人さんなんでね、みんな父親についてきてる職人さんだからなかなかね、ただ父親と考え方が違うんで、そこではだいぶ衝突もありましたし、昔の職人さんで結構やんちゃな人多かったんで喧嘩にもなりましたし、そんなのはもう耐えなかった。そんなこと思い出したら終わり川新しいものを取り入れていくんじゃないですけど、だから昔なかったメニューも結構増えてますし、餃子がもう有名やったんで、春巻きでケチャップ作るの珍しいじゃないですか。そういうことはもう変わらず、酢豚と看板商品の
安くうまく早くがモットーやと思うから、多分ランチもだいぶ早いと思うんですよ。だからその早くするシミュレーションで、安くするにはじゃあどうするか、じゃあ原価を抑えるしかないんで、じゃあどうやったら原価を抑えれるかっていうことしか考えてないですから。で美味しかったって言っていただければ。まあまあ道路にではないけどね、敷地内よ要は、もう近く階段落ちてるもんな。今すぐ広がるで。あなかなか冷めへんかったよな、ほんなら。
このお肉はどこの部位になるんですか？豚のももにもいろんな部位があるから内平とかこれ外平ランプとか部位によって結構使われるお料理が変わってくるっていう。そうそう、まあ、大体ここはもう基本的に酢豚もも肉が酢豚。そうそう酢豚今頃これ使ってやってるとこ少ないんですよねこんなふうにさばいてるとこは片栗あ噛まれこれ筋やねん硬いねんな言うたらだからこれミンチにそうですね、エビにも出るし。誰が大将が出るの？ついたらあかんでないですよ。中にどうぞガーリックこの群衆が乗った後にやってるから朝一番に行かれてるんですか？行ってるよ。毎日やで。まあ毎日。業者が休み以外。ご自身でも行っていやこれはもう容器やから持ってこれません。配達です。みんな配達してくれます。市場から。野菜も大きいもんは全部配達で来てくれるんやけど、この肉だけでも15キロあるし持ってこれない。配達してくれるから。誰か引き継いでやってはるの？でしょうねはいよ掘ったらだいぶ悪くなってますね先生は？先生全然違う全然違う薬とか出さないです余熱で？そう完璧に入れたらパサパサなるから入れたらしっとりした蒸しです普通の持ち帰りのビニールの袋に入ってない？出た人のビニール。
場所移動されてんねん全部こっち側に来てるはずやわ戻さなあかんねん戻ってきたんやな。このこれ1個ない。あ、でもこれ1個。みんな使うから。玉ねぎ、しいたけ、豚肉の細切りに、たけのこの細切り、で、ニラ。ポットのやつ。よいしょ。お酒ちょうだいだいぶ重いですよね。重たいよ。前はこれ持ってたけどね、もう一発でガーっていけたけど、今もうこんな力ない。年と相応に力なくなってる。何年くらいのこちらはいるんですか。もうどのくらいするやろう。最初の時で44、5年、44年かな。5年かな。44、5年。バイトの時でたらね、学生の時にバイトでいて、そのまま就職して。じゃあ後でからお酒1本やっといて。これこっち側のやつ醤油と味の素と砂糖で味付けしたやつやんな。でそっち側はにんにく生姜やねん。豆板醤とで白ネギのみじん切り。こっち普通の麻婆豆腐はそんな辛くない、子供でも食べれるような感じ。
あれだ。それで終わり。よっこいしょ。こっちは普通のケチャップのタレやねんけど、それにさっきみたいに豆板醤とニンニクと生姜と白ネギのあれを入れてまた辛くしたやつがチリソースのタレ。すごい香りが。ニンニクとかいろいろ入ってるからね。レシピはもうずっと変わらないんですか？あれな。ノートはレシピなんですか？いろんな。いやいや自分でずっともう忘れるから。ご自身でもうメモしてそうも。そういやまあ忘れるからがみんなができるように。行きましょう。できましたよ。あさんちゃん。はいどうぞ。あ、みんなでいただく。まかない。朝飯、俺らで言う朝飯。毎日。同じ時間。言うてたかな結構前から。
社長の手料理は美味しいです。片付けしてな。そうやな。なんて？何ができへん？けどできへんのかい。開けますね。お釣り様2名様お待たせしました。どうぞ。ごめんなさいね。西山様3名様。どうぞ。頼め。今6番じゃないですか。2名さん、角で。はい。どうぞ。お後に入れ終わりです。はいよ。はい、いけるよ。リャンが。今にしていきます。で、その前ランチ1個あるからランチ1つ先ランチはランチだけランチ1個だけ先ランチ来ないで餃子ピリ辛いがずつ。1個で今の。こっちも待ってな、これさっき気がつけるからな、これさっき。餃子いってくれる。もう一人が。失礼しますね。丼スープな。頼む入ってんな。はい。
日替わり定食と春巻き定食。あ、今回初めてです。はい。なんかテレビの番組見て、それで、はい、来ました。実際来てみて雰囲気いいですね。いやめちゃめちゃいいですね。もう楽しみしかないですね、この後。ランチと春巻き定食、お日替わりから。日替わりマグも行くで、リャン行くで。日替わりリャン行くからな。ごめんなさい。それ焼きそば一緒やな。日替わりですね。はい、ありがとうございます。焼きそばが。バッチリです。めちゃめちゃうまいです。ありがとうございます。美味しいです。はい、ランチ取りてんな。すいません、失礼しますね。はい。春巻きでしょ。10時まで。やっぱ話言うか。あ、言うな。男性ご飯。どうぞ。はい、なんで。ピーマンとみーちゃん、お茶ちょうだい。お冷やこれる。ここさ、お冷やこれおろして。ビア新しい持ってくるから、全部おろして。男性のご飯。魚くれ。はい、完成です。いやいや。ランチ。お味どうですか。あ、もうバッチリ。美味しいです。今日は何頼まれました。これ春巻きの定食なんで。春巻きと、チャーハン。チャーハン。
私は初めてです。僕も初めてよ。僕は昔結構行ってたんで、あ、そうなんですよ。ここの店がこっちに移る前に昔は通ってたんで、何年前ぐらいになるんですかね。20年、30年前くらいですか。20年、30年。うわ、すごいですね。お味とか雰囲気とかって変わったところあります？そんなに変えてないと思います。初めて来られてどうですか？もう満足、大満足。中華食べたことないです。幸せです。忙しい。車忙しい方やな、今日は。スタートダッシュにしては。だいぶもう連携とスピードすごいな。じゃないと、回転しないとな、お昼は。数字が上がらない。いや、やっぱ思ってた以上にやっぱ美味しかったですね。はい、春巻きがめちゃくちゃ美味しかったです。焼きそばとか、なんかその辺もやっぱり次回は避けたいなと思います。はい。ありがとう。よかったら一個ずつどうぞ。どうもありがとうございました。いただきましょう。オーダーセット焼きそば2がずつ。ワンタン目できた。セット2が。ありがとう。餃子どうした？兄さん餃子どうした？通したよ、通したよ。担々麺、担々麺。どっちそんなむちゃくちゃ辛ないけど。あ、なん辛い。はい。四川以外。もやし上がるよ。もやし炒めね。いいよ、ありがとう。ヤクルトで。一人入るね、6番です。なんか何回目ぐらいになるんですかね。始まってるよ。初めて。今日は何頼まれました？ピータンとかね、
酢豚とか。麻婆豆腐。麻婆豆腐。はい。酢豚ね。はい。はい、いいよいいよ。ご飯です。お味いかがですか。美味しい。美味しい美味しい。あげるよ。あげようか。麻婆豆腐は結構辛いですか。辛い。はい。辛い方のやね。四川麻婆やから。美味しい美味しい。美味しいよ。今日はもう食事とお酒を楽しまれに。だけ。人数だけ。あとは家21まで帰って寝るだけ。あれやから21まで読んで。じゃあこれ日替わりやね。朝焼きが。光ご飯にしといてくれる。はい、豆腐上がるよ。で、いくよ。はい、かた焼きスープいっとってな。生そば多いな。寒いからな。春巻き定食いいが。はい。何変えてテーブル。番号の。担々麺。人数だけ教えて入れないで。21までいける。もうちょっと21までやって。ごめん。担々麺もいきます。ごめんなさい。担々麺定食な。見るわ。おとんじゃ。奥さんごめん、4名呼べますか。すみません。いやもう最近。4名オープン。それ終わったらじゃあ1密呼んでくれる。終わってからでいいから。今から買ってきて。
今セット通したけどネギ抜いてくださいって言われた。あ、ください。はい、じゃあ行きます。といったお前のあれを Google で見たから、すげえ喜んでる。こんなのはないよな、甘くのってうまいって言ってるから。まあそんなに予算けえへんだけど、高校生の時から来てるからね、50年ぐらい前ね。通われる理由っていうのはあるんですか？いや、初めて来た中華料理屋やから自分のお金で初めて来た中華料理屋から。ああ、どうだ。だから水。ありがとうございます。ありがとうございます。高校1年16歳の時からかな。でその頃はここのビルがなかったから一軒家みたいなのでやっとってでその絵が潰れてこのハイハイタウンができてそこの中にこう入りはったんやね。で昔ボーリング場やったところも南海飯店さんやった時もあるし2店舗か3店舗やってはった時もあるし難波にもあったんじゃんかな。南海飯店さんでの思い出みたいなものあったらちょっと聞かせていただいても。それも高校生の時にみんなで一緒に食べに行って僕の先輩なんかここで食べとって遅なってタクシーで高校まで帰ったり昔から美味しくてチャーハンと餃子ばっかりから食べとってその頃中丼とか初めて食べてここで。インタビュー受けてくれてるんでありがとうあげます。ありがとうございます。こちらこそ手拭い買うてくれた人とかもうめっちゃファンですとかいう人には配ってんの。回ってもらったら荷物置けます。どうぞ昼間におったらいいよ。いつも夜しか撮ってんけど毎日来る人。毎日餃子食べる。餃子いいか。はいよ。日替わりはそこで終わるね。4番だけ。はい。8番お願いします。それもあって最近仕事あるし。そう、それもあるし。5月。いやもう今と変わらず別に僕がこの前ちょっといてなかったらもう静かで違う店みたいやったわと常連さんに言われたんでそれがなんか売りではないですけど活気あってっていうのは
静かにするタイプのような店じゃないんで、食事はもう楽しくするもんなんで、楽しくみんなで喋りながら、お酒飲む人は飲む、飲まない人は飲む、食べる人は食べるっていうのがね、そうやってみんなで楽しく食事してもらったらいいと思うんで、そういう風にできるような場を提供できる店にしていきたいとね。はい。今日はありがとうございます。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。これが昼のまかないです今日。